ハンドメイドきよちゃんです。今回はダイソーさんのフロスティ5玉使用したケープベストを紹介します。綿 63%、ポリエステル 37%、1玉 30g、92メートルになります。かぎ針は5号針、6号針、7号針の3本使用しました。差し色でこちらの UV コットンミックスを1玉使用しました。綿 50%、レーヨン 50%、1玉 25g、65メートルになります。ダークブラウンのフロスティ1色でも編めるように作っていますので、その場合は6玉用意してお編みください。こちらが作品になります。裾丈を伸ばしてチュニックベストにもなりますので、最後までご覧ください。このように2色で編むとアクセントになってパキッとすっきりした感じに見えます。これから本格的な暑い夏を迎え、太い腕を隠そうと思って作りました。このように隠れていい感じになると思います。ショールだと肩がずり落ちてしまうのでベスト風にしました。重さも 169g でとても軽いです。満足の作品となりました。サイズは平置きで袖から袖までの幅が約70センチ、丈が28センチ、裾口の幅が約52センチになります。先ほど言ったように丈も伸ばすことができます。5玉目の残りとあと1玉足すとこのくらい丈が伸びます。ネイビーのラインから7センチ伸びました。1玉で約5センチ丈が伸びますのでお好みでお編みください。チャンネル登録、コメント励みになりますのでよろしくお願いします。3.0mm の5号針で袖口から身ごろに向かって編んでいきます。鎖129目編んでいきます。輪を絞ってここから編んでいきます。1、2、3、はい、129目鎖を編んできたら、立ち上がり鎖1目編んで、鎖の裏山をこのように拾って、細編みを1目ずつ編んでいきます。最初の目にマーカーを入れておきます。このように裏山を拾って1目ずつ編んでいきます。129目細編みを編んだらまた立ち上がり1目編んで編み地をひっくり返して1目ずつ細編みを編んでいきます。1、最初の目にマーカーを入れて2、細編みを2段編み終えたら糸をカットします。同じ色で編む場合は切らずにそのまま編んでいってください。ここでこちらの色に変えて6号針に変えます。冒頭の作品を見て袖の角を押さえたいと思った方はこのまま5段ほど5号針でお編みください。端の一番最初の目に針を入れてここから細編みを編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んでから同じ目にもう一度針を入れて細編みを編みます。マーカーをつけておきます。次鎖3目1、2、3目
編んだら3目飛ばして4目めに細編み。1、2、3目鎖を編んだら3目飛ばして4目めに細編み。これを繰り返し編んでいきます。25段は6号針で編んで、その後24段は7号針で編んでください。全部で49段編み進めます。フロスティーで49段編み終えたところになります。そしたらそのまま7号針 4.0mm の7号針で配色を変えて編んでいきます。配色を変えない場合はカットしないでそのまま、フロスティーで編んでください。こちらが表になりますので、編み地をひっくり返して裏側から編んでいきます。小指で糸端を持って一番最初の目に針を入れて、立ち上がり鎖1目編んで細編みを編んで、同じように49段編んだ編み方で編んでいきます。マーカーつけておきます。鎖3目、細編みのところに細編み、鎖3目、細編みのところに細編み。1段編んできました。3目鎖を編んで細編みで最後編みました。そしたら立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返して2段は129目細編みで編んでいきます。最初の細編みのところには細編みで編んで、鎖のところには側に針を入れて細編み3目編み入れます。細編みのところに細編み、鎖のところに細編み3目、これを繰り返し編んでいきます。はい、2段細編み129目編んできました。裏側になります。そしたらまた色を変えます。編み地をひっくり返して、こちらの右側が前身ごろの方になります。左側が後ろ身ごろになるので、前身ごろの隅から65目めにマーカーをつけました。ここが64目め、65目めがマーカーのところになります。ここの65目めのところに針を入れて、後ろの部分を編んでいきます。鎖1目で立ち上がって細編み1目マーカーを入れておきます。鎖3目3目飛ばして細編み、この編み方で65目を40段編んでいきます。同じ7号針で編んでいきます。はい、40段編んできました。そしたらまた配色を変えるので糸をカットして同じそのまま7号針でネイビーで編んでいきます。編み地をひっくり返して糸をカットした方から編んでいきます。端の目に針を入れて立ち上がり鎖1目編んで細編みを編んで鎖3目細編みのところに細編み鎖3目細編み
端まで編んできました。そしたらここから64目鎖を編んでいきます。64目編んできました。そしたら立ち上がり鎖1目編んで、作り目の最後の目に細編みを編んでマーカーをつけます。この細編みは裏山を拾っています。この鎖の裏側、ここを拾って編んでいきます。ここの、付け根の目が半目ねじれますけど気にせずに、細編みを拾って細編みを編んでいってください。はい、往復で2段細編み129目編んできました。そしたらまた糸を変えますのでカットして編み地をひっくり返してそのまま7号針で編んでいきます。小指でこのように糸端を持って端の目に針を入れて鎖を1目編んでから細編みを編んでマーカーをつけて鎖3目の細編みを繰り返し編んでいきます。で、最初の24段は7号針で、25段目からは6号針で編んでいきます。全部で49段編んでいきます。はい、49段とネイビーを3段編みました。7号針で24段、6号針で25段編みました。その後5号針で3段編んでいます。こちらのネイビーの編み方は最初に編んだ右側の編み方と同じですので49段編み終えた後のネイビーの編み方を見て編んでください。編み地の裏側にこのように縫い付けて糸端の始末をしていきます。表に響かないように編み地を割るようにして縫い付けて糸端の始末をします。ある程度いったら戻るように向きを変えて縫い付けます。糸をカットします。同じように他のところの糸端も始末してください。全部始末しないで表裏がわかるように1箇所だけ残しておくといいと思います。そしたら向こう側から前に身ごろを持ってきて V ネックの付け根と脇下の部分をこのように重ねるようにつけたいので編み地をひっくり返してこっち右前身ごろの方になります。このように合わせて 3.0 ミリの5号針で表を見て編んでいきます。前身ごろの角と後ろの最後のブラウンの端を表から刺してネイビーの糸を引き出します。鎖を1目編んで同じ目に細編みを1目編んだらマーカーをして鎖3目
ちらのブラウンのところと後ろの角の目を拾って細編み。はい。あとは鎖3目で3段飛ばして4段目のここ端のところを拾って細編み。このようにして編んでいきます。ネイビーの糸が少しになってきたので、2段目、3段目も同じく細編み1目、鎖3目で編んでいきます。V ネックの角のところに来たら、両端の1目を拾って細編みで編み留めます。1目なので右左どちらでもいいのですが、一応左側を上にして編みます。角と角に針を入れて一緒に細編みを編みます。そしたらまた鎖3目、細編み1目で編んでいきます。左側の脇下部分はどちらを前にしようか迷いましたが、前身ごろの方を上にするように重ねました。このように重ねました。ネイビーがあとこれだけ残っているので、後ろ襟の縁編みを編んでいこうと思います。細編み1目、鎖3目の繰り返しを3段5号針で編んでいきます。この付け根のネイビーのところに針を入れて糸を引き出して鎖を1目編んで細編みを1目編みます。マーカーをして鎖3目、ブラウンの最初3段飛ばして4段目に細編み、鎖3目編んで3段飛ばして4段目に細編み編んできました。最後のブラウンの目に細編みを編んだら、この上に糸を引き抜いてもいいですし、このように細編みで編んでもいいので、1目編みつけて2段目細編みのところに細編み、鎖3目で細編みのところに細編みで編んでいきます。端に来たら細編みを編んだら上のところにこのように引き抜いて、もう一回上の目に糸を引き抜いて2回糸を引き抜いて、で最初の細編みの目に細編みを編んで3段目を編んでいきます。最後に来ました。最後の細編みを編んだら、先ほどの隣の目に糸を引き抜いて糸をカットします。そしたら編み地の裏側に糸端を縫い付けて、残った糸端も始末して裏側からスチームを当てて形を整えたら完成になります。丈を伸ばす場合はそのままブラウンで裾口と同じ編み方で往復編みで段を増やしていけばいいです。表から編んだら次の段は裏側から編むといったように編んでいきます。